にちは、あわです。今回は再生産された加藤さんの787系を購入したので開封していきます。品番10-1540のアラウンドザ九州7両セット。品番4245-3の単品サハ787。アッシーパーツの全面用カプラーセット。まずは車両を見ていきます。クモロ787-13。2人型の制御電動車です。 DX グリーン3席、グリーン席14席、4人用個室、トイレ、洗面を設置。モハ786-307。クモロとユニットを組む中間電動車。バリアフリー対応トイレ、洗面、自動販売機、マルチスペースが設置。定員は40名の普通車です。サハ787-116。3種類ある付随車サハのうちの1種類。100番台は車両中央部に荷物置き場があります。トイレ・洗面の設備はなく、定員は64名の普通車となります。サハ787-213。3種類ある付随車サハのうちの異端な存在。200番台は元はサハシ787、セミコンパートメントとビュッフェ車です。ビュッフェ部分が普通座席に改造されています。定員47名の普通車。サハ787-10。3種類ある付随車サハの原型。車両中央部に荷物置き場があり、トイレと洗面が設置された普通車。定員は56名で、100番台との違いはトイレ・洗面の有無です。モハ787-24。クモハとユニットを組む中間電動車。バリアフリー対応トイレ、洗面所、自動販売機、マルチスペースが設置。定員42名の普通車です。模型ではモーター車となります。クモハ786-13。上り型の制御電動車。車両中央に荷物置き場がある定員56名の普通車です。セットに含まれる車両は以上となります。
サハ787の110。こちらは単品販売の付随車サハとなります。7両セットに含まれるサハ787の116と基本的には同じです。110が初期に製造されたサハで、116は増備されたサハとなります。続いてパーツと室内灯の取り付けを行います。パーツは先頭車に手すり、アンテナ類、中間車にアンテナ類となります。まずは先頭の雲炉に手すりから取り付けていきましょう。手すりの切り離しは折れやすいので慎重に進めましょう。手すりは運転席窓の下に左右一対取り付けます。ピンセットでつまみながら押し込むだけで取り付け可能です。手すりはもう1箇所運転席上の屋根に1本取り付けます。こちら側は簡単に外れてしまうため接着剤で固定します。使用するのはタミヤの緑キャップ流し込み用セメントです。続いて防護無線アンテナと列車電のアンテナを取り付けます。車両中央側には防護無線アンテナを取り付けます。簡単に刺さりますが、その分外れやすい面もあるので接着します。ボディ裏側からセメントを少量流し込んでおきます。車端部側には列車電話アンテナを取り付けます。こちらもボディ裏側からセメントを流し込んでおきます。モハ786には列車無線アンテナと列車電話アンテナを取り付けます。列車無線アンテナはかなり緩かったため通常のセメントで接着しました。このあたりは製品による個体差があるかもしれません。状況に応じて接着剤の使用を検討する形でいいと思います。車端部側には列車電話アンテナを取り付けます。こちらも念のためにセメントを流し込んでおきます。続いて室内灯の取り付けです。純正品を使用しました。車端部より終電集を差し込んでいきます。雲炉に取り付ける室内灯ユニットにはカラーフィルターを取り付けます。個人的にグリーン車の照明は暖色系が好みというだけの理由です。全ロットのツバメ9両セットではマニュアルにてグリーン車室内灯は電球色が推奨されていました。照明板のプリズムは先頭車は先端1ブロック分をカットして使用します。照明板のプリズムはボディの天井に固定するタイプです。照明ユニットとの接点確保が行いにくく個人的には苦手なタイプです。照明ユニットを車端部に取り付けて通電確認を行います。ボディを戻して室内灯の組み込み完了となります。照明がきちんと拡散されているか確認しておきます。次は動力車のモハ787に室内灯を組み込みます。室内灯組み込みを終えレイアウトに入線させました。ライトと室内灯をチェックしていきます。雲炉はカラーフィルタと浴衣の色で暖色系が強く出ています。サハ787の213は
床板の色で照明がエンジっぽく見えます。では走らせてみましょう。今回は再生産された加藤さんの787系を開封していきました。4両セット単品の左派との組み合わせで様々な編成が楽しめる構成です。また今回ロットよりリレーかもめなどの西九州新幹線開業後の行き先表示シールが収録されています。全ロットを買い逃していた方は入手を検討してみてはいかがでしょうか。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。